皆さん、俳優のカン・ドンウォンさんをご存知ですか？日本では顔はよく知られていますが、同じ世代の俳優であるコンユ・イドンウク俳優に比べて、名前はあまり知られていない俳優が、まさにカン・ドンウォン俳優です。実は今年で44歳ですが、相変わらずオッパと呼ばれています。本当に信じられないほどハンサムで若く見える外見のためです。今回、ネットフリックスで公開された映画、セントランが大きな話題を集めています。本日はこのカン・ドンウォン俳優の魅力とともに、セントランが公開される前から人気を集めていた、韓服を着たカン・ドンウォンは信じてみるという話が出るようになった。彼の作品を一度見てみましょう。俳優、カン・ドンウォンをいわゆるスターに作った映画がここにあります。2004年7月に公開された狼の誘惑がそれです。カン・ドンウォン俳優はこの映画でチョンテソン役を演じ、大衆から大きな愛を受け、一気にスターになりました。この映画って結構韓国社会に大きな影響を与えた作品です。そのためか、たまにこの映画のパロディを見ることができます。太陽の末裔のこのシーン、覚えていますか？このシーンも狼の誘惑の有名なシーンの一つです。話が出たついでに狼の誘惑のこのシーンを一緒に見てみましょう。このシーンは狼の誘惑でカン・ドンウォンさんの登場シーンですが、今も韓国映画界の三大登場シーンの一つとして認められています。なかなかこの登場シーンを超える作品がないのが面白いほど、やっぱりインパクトがあったシーンだと思います。この映画でカン・ドンウォンさんは繊細な感情線とダイナミックなアクションを立派に演技し、新人俳優だった彼はスターダムに乗り込みます。しかし、カン・ドンウォン俳優は狼の誘惑のインパクトを超える新しい自分自身にぴったりの役割を探す必要がありました。皆さん、韓国映画市場には一つ公式があります。それは俳優のカン・ドンウォンさんが韓服を着ると目が離せないということです。この言葉は彼が韓服を着た時に見せる魅力が他の俳優たちとは違う魅力を持っているということを意味します。多くの人々が彼の韓服を着た姿は優雅さと高級さを同時に見せていると話します。私が見ても多少鋭く見える彼の目鼻たちが韓服と交わってシャープな感じが観客の目を奪う主な魅力ではないかと思います。彼が代表的に韓服を着て出演する映画をご紹介すると、2011年の映画チョンムシです。この映画でカン・ドンウォン俳優は多少貧乏な韓服を着て登場するが、彼は伝説的な同志としての魅力を誇り、様々なアクションを披露します。彼が韓服を着て展示する華麗なアクションシーンは、まるで伝統と現代をつなぐ橋のように感じさせます。愉快な同志の韓服を着て登場するが、役割と演技がキャラクターに深みを与え、映画のストーリーをより豊かにしてくれました。また、2014年の映画、軍刀が彼の韓服姿の最前世紀でした。カン・ドンウォン俳優は、この映画で、朝鮮最高の武官であるチョ・ユン役で出演します。彼は、チョン・ウチでの愉快な役ではなく、極悪な手法で人を収奪する悪毒な官吏を演じます。彼の優れた剣術は、ただ悪行のための殺人の道具に過ぎず、刀で人を切り殺すのに全くはばかりのない非常な剣気を演じます。この時に着た優雅な感じの韓服と鋭い彼の目鼻たち、そして朝鮮最高の剣士という彼の役割が調和し、とても素敵なカン・ドンウォン俳優を作り出しました。この2つの映画で彼が韓服を着た姿は単純に衣装それ以上の意味を持ちます。彼が韓服を着た瞬間はそれ自体が映画のハイライトになるということです。ネットフリックス映画「センとラン」が公開された以来、多くの反応が続いています。面白い、演技がいい、アクションが優れているなど様々な評価が溢れている中、目につくのはカン・ドンウォン俳優が軍刀でのチョ・ユン役と違く
今回は先民として新しい姿を披露するという点です。予告編で青い漢服を着た彼の姿を少し見ることができました。やはり漢服を着たカン・ドンウォン俳優はすごく目立ちました。今回の作品でまたどんな新しい漢服スタイルと魅力的な演技を見せてくれるのか楽しみです。漢服を着たカン・ドンウォン俳優、それと公表されている映画千と乱はネットフリックスでご覧いただけますので、韓国の時代劇とカン・ドンウォン俳優のファンであれば見てみるのはいかがでしょうか。本日の動画が気に入りましたらチャンネル登録といいね、アラーム設定までお願いします。次ももっといいコンテンツで戻ってきますので期待してください。